よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、ですね。よいしょ。どうぞ。これが毎日の日課だから。よし。今日は土曜日だから少し多めに使わねえけど。これは毎朝のルーティン。そう。いや、一番時間かかるのは餃子なんだよ。これがなきゃ早いよ。行くしかない。時間かかんだよ。簡単にはできねえんだよ。今は74。でも私青森生まれなんで。青森なんだよ。リンゴ農家。リンゴ農家じゃ食っていけねえしな、追い出されたんだよ。昔だからもう50年、戦後だから戦後。津軽弁なんだよ。それを直すのが大変なんだよ。結構確か独特の体勢で作業されるじゃないですか。うん、これはもう、昔から。そう、曲がっちゃってんだよ俺。いや、ずーっとここでこうやって作ってるから。で、痛みはあんまりないんだけどね。50年以上もやってるとそうなっちゃうんだよ人間。何も食べてねえよまだ。そうなんですか。うん。飯食うより先に仕事。おはようございます。おはようございます。おはようございます。涼しいね今日は。そうだね。月曜は。4つね。はい、わかりました。また混むんだよね。社長が参っちゃうよ。ね、毎日でも鮮度のいいもの、野菜も使わないとね、ダメですからね。何回か食べてますけど、やっぱり草カレーとかね、あんだけもうコン詰めやってるから何でも美味しい。俺はね、この段で5段は作りたいんだ今日は。これ1段がね12人前。いやだ。YouTube 見てきましたってそこから稼ぐ人言う人いるよって。お父さんも YouTube 見ます？スマホあるんだけどね、はい。私あんまりうまく使えない。アナログ派だからさ。まあ
知らない人が来たらもうびっくりします。あ、なるほど。びっくりしますね。ほとんどお母さんが一日で行ったからね。猫の面倒見てたから。俺はお客さんの方に行ってるよ。いつまでも親父がやってるわけにいかねえから。それヨーグルト食べてるんですか？そう。毎朝。そう。今日のため。ねえ。あとやらなくちゃね、今日も。どちらから来られたんですか？今日東京からです。もう5回目ぐらいですね。僕はスタカレーが一番好きです。全然止まらなくなっちゃって止まっちゃいました。店主さんがすごく優しい方で、いつもなんか頑張って鍋振るってらっしゃって、長年やってらっしゃるんだなってのが分かるんで、そういうところもあってちょっと通ってますね。千葉から来ました。スタカレーとスタミナラーメンを目当てに来ました。有名な店で知ってて、千葉と東京から2時間かけて来たと言いましだからそういう人がいるからね、裏切られねえんだよ。た。やっぱお客さんのためにお店やってるんですか？そうそうそう。あ、そんな感じだな、今は。今はね。やっぱなんかどうしてもやっぱそのもう儲けが先に来るような人いや、それはない。うち赤字だもん。そうなんですか？もう社長はあんまり給料もらえないって息子たちにいっぱい払ってるそのぐらい。俺はもう金使わねえよ。大将取ってるんですか？あんまりお金を。ああ、あればもらう。あればもらう。どうぞ。はい、チャオメン。はい。契約してるか。どうぞ。スタカレー大盛りと。はい。ちょっと待ってね。7番スタカレー大盛り。はい。3の4スタミナ1個ね。5番。5番はスタカレー。はい。7のスタカレー大盛りね。7のスタカレー大盛り。スタミナ1個。
いい日ね。スタカレーの大盛りですね。あとチャーハンと餃子とチャーハンは食べましたね。これ一番美味しいです。一番今日特に寒いからめちゃくちゃ美味しいです。一番まで3年餃子だっけ。1番、2番、3番はスタミナ餃子で。分かった。チャーメン3のよ。頼むよ。札幌味噌だからね。札幌の次はチャーハンだよ。今日チャーハン青森。めっちゃうまいです。これもすごい美味しいです。めっちゃ美味しい。なんか辛さがっつりあるのと、その後なんか香りっていうかすごい好きな味です。はい。辛いの来るんですけど、なんか後からこう旨味がこう広がる感じでスプーン止まらなくなる感じのやみつきになる美味しさです。確かに。いいチャーハンだよね。大盛りチャーハン大盛り。情報量がこの後餃子2枚とりあえず。まだ出してないんですか。上がっちゃったんで。5番。ちょっと乗ります。ラーメンもすごい合う。まろやかになった感じで食べやすい。辛そうも見えるんですけど、あ、でももうご飯より辛くない感じします。ベースがこのスープ醤油なので麺と相性いいですか？すごいいいです。ああ、よろしく。もう一番はやっぱここでしか食べれないからですかね、この味が。自分で何回か作ってみたんですけどなかなかここのお店みたいにうまくいかないんで、他のとこまだ行ったことないんですけど、なるほど。でも多分ずっとここ来ると思います
両方盛りです。結構食べてましたね。結構食べましたね。どれが一番食べてみて良かったですか？僕はスタカレーですね。お姉さんは。私もスタカレー美味しかったです。こんだけ来てくれるのは嬉しいんだよ、本当に。年齢が結構もう74歳じゃないですか。結構やっぱしんどい部分とかもあったりしますか？今は病院通ってるよ。ここの近くにがんセンターっていうのがあって、はい。今検査中。それでうちのかみさんが今入院してる。夫婦で腎臓が動んでる。人生は分かんないっすよ。お父さん休んだりするんですか？昼休憩とかするんですか？うん、する。1時間ぐらい。うん。だから、これから6時まで。早くやれば早く休んでるよ。私はもう必ず昼寝してる。おやすみなさい。どうも。はよいしょ。ピーナッツ。寝れましたお父さん。寝れました。少しね。寒くて、上は何もついてねえから寒いんだよ。布団の中が一番あったかいから。最初1日何時間働くんですか？もうだから寝るのが4時間。働くの。これからだから終わるのが1時大体。合計で何時間ですか？何時間だろう分かんねえや。1時間。1時間数えてねえや。これを何年間続けてるんですか？だからもう50年以上。50年以上。です。
やらけ。まあどうしてもダメだったらカウンターね。それでは3の4、10の2枚。やってることはね、昼と変わんねえから、ただ作ってる人が違うだけだからな。いいよ。はい、やるい。やることもいいかまだ中だろうね。水のテーブルでチャーハン2つ、下がり2つ。聞いてる？水のテーブル、チャーハン2つ、下がり2つ。スタミナ調味。で次3枚で餃子1枚。はい。3枚で餃子1枚。はい。
何とかたまたま見るし。ちょっと見てたけど。チャーハンも1個ですカウンターそれとこれ3の4はいおばあさんも同じやん丸く一応が一応どちらから来られたんですか今日は。神奈川県から初めてで、はい、ここ地元の方が美味しいって聞いたんで、はい。ここを食べに来てまたこれから帰るんですけどここが下道で来たので4時間ぐらいで来ました今日はスタカレーと、あと野菜炒めと餃子美味しかったですもう何食べても美味しいって噂が本当だったなと思って、はい、とても美味しかったです親父さんが元気あって作りながらも一生懸命なんか喋りながら作ってる、その姿がなんか昔ながらの味をなんかずっと伝えてるのかなと思ってですねとても感動しました、カウンター座ってよかったです2人ともタバコ吸いんじゃない今日はこれで営業終わりですか。終わりだから片付けと掃除で終わりその片付けと掃除に時間かかるこれもうずっと続いてることなんですか。そうちょっとやらないとこぶりついちゃうんだよこれがスタミナラーメンのタレだよ前さっきからずっと作ってるじゃん昼からはいはい。うんこれがそう明日も使うんですか。もちろん2週間分しょうがないね準備だけだよ準備だけだよ毎日作ってらんないんですよそれは餃子とかそういうのは毎日だけどなこういうタレは1週間に1回タレはほら持つからさ餃子とかは持たないから毎日ねこれは油塗ってるだけだよ錆止め錆止め塗ってるんですか今。うん油だけどね鉄だからかびちゃうんだよ油塗っとけば錆びないですか。そう錆止めこういうの手でいたらね使えなくなっちゃうんでまあ新しい包丁もあるけどねまだこのぐらいあったんだけど毎日使ってるよ減ってきてんだよよいしょあとで下でちょっと使う明日使うやつ。仕込みやる
あとは醤油ベースだから醤油ベース。火焚いてるから。だから掃除しやすいようにするので。なるほど。まだ全然終わんないんだよね。すごいっすね、大将。最後は長男と2人でね、仕上げ、最後の仕上げ。よいしょっと。遠くから行ってるだけで、そういうつもりはなくてね。3本もあるけどね、周りがちょっと暖かくなるじゃん。ちょっとした暖房ね。よいしょっと。床も。よいしょっと。そういうのか、今日もね、頑張ってやるから。よいしょっと。花見が止まらん。ちょっと。
並べ。あ、ちょっと足りねえよ。ちょっと。あ、ちびっと足りねえ。100グラム。よし、わかった。4キロ。4キロ。もう一つは何測るんですか？味噌。だからさっきできたやつがあったでしょ。はい。それ今これから仕込んで明日の朝火つけんの。ちょっと。よいしょ、これにガッと。ほら。ただの辛いスタミナラーメンになってる。いやこのメニューお父さん開発したんですか？前からあるけど、はい。これはまた改良してこうなったんだけど。ええだから他の店に行くと違うかも。せーの。こういう感じで出てくるの。これ開けないとね、醤油する。そう、醤油ベースの。それにそうワンじゃん味噌ザラメが入ったでしょ。よいしょっと。あとは息子にあげてもらう。もうこの年だったら上がんね。俺も親父上がんねえから終わりだ。本日は撮影ありがとうございました。はい、どうも。今後の目標というか、はい。このにゃんにゃんというお店どうしていきたいかみたいなのってありますか？息子たちにやってもらいたい。全部。それがもう最終的なね、願いかな。頑張れるその秘訣というか、モモチベーションって何なんですか？リンゴ農家からできたあれがあるかな。こっちでやらなくちゃ生き残れない。そういう思いで今まで続けてきたからね。いつも来てくださるお客様に一言いただけますか？いや、いつもありがとうございますだ。本当、心からありがとうございます。そういう気持ちだね。よし。長いことお疲れさん。うまく編集してね。はい。ありがとうございます。もう帰り気をつけてさ。はい。よいしょっと。来週ぐらい。どんぐらい麺900グラムです。はい、冷やし特盛りね。はい。めっちゃ美味しくて。ずっと通い続けてます。昔から美味しい。そういう人たちに継いでくれてありがとうとか、美味しいって言ってもらえると、なんかやってよかったなっていうのはすごく思いますね。母で僕が長男の龍之介で次男さくらです。龍之介さん。母はるみ。はるみさん。母です。これはもう作り手の特権ですよね。返しって言って父の代から代々もう継ぎ足し継ぎ足しでずっと使ってるものなんで、もう20年ものです。僕が毎日つゆ担当でやってます。というかもう香りと、あと出汁がちゃんと出てるか、あとはもう塩味、返しを足してどれぐらいの塩味かっていうのは自分の舌だけで調整してます。金色に輝くんですよ。
ちゃんと取れてれば、このだしの取る温度がちゃんとしてないと濁っちゃったりとかえぐみが出ちゃったりとかするんで。父はね、もうね、5年前にね、死んじゃったの。父と母で始めたお店。まあ、僕と弟は2代目って形で。そう。ってことはまた全然違う仕事されてたんですか？もうずっと野球やってたんですよ。まあ、独立リーグやって、その独立リーグ引退した後に、社会人野球やって、途中で父が亡くなったんで、引退決めて、で、ここに入ったって形ですね。余計そのなんか腕太いんですよ。いや、もう全然もうトレーニングも何もやってないんで。おいくつになるんです今？僕が36で、はい。弟は32か。僕はね、もう入る頃にはもう父が亡くなってたんで、はい。その父のお弟子さんが、ちょうど僕の住んでる家の近くにお店があったんで、そこに修行しに行って、そこで教わりました。間接的に父から教わったみたいなふうに僕は思ってます。だけど父が亡くなって、この店をもうなくそうっていう話になったんですよ。絶対潰すのは嫌だっつって。当時は大嫌いだったんですよね。今、ご自身は満足してますか？間違ってなかったと思ってます、今は。ここのお店が好きで来てくれる常連の方すごく多いんですよ。でそういう人たちに、いや、継いでくれてありがとうとか、美味しいって言ってもらえると、なんかやってよかったなっていうのは、すごく思いますね。何時起きぐらいなんですか？今日4時です。4時に起きてます。これ食べる。これ大体10人に1人ぐらいが当たるんですけど。これは先代の時から。もうずっと。そうです。うち一切機械使わないです。名前を見てもらえば分かるんですけど、本手打ちうどん庄司なんですよ、うち。なのでもう全部手です。父がもうね、何年だ、30年ぐらい使ってた。これじゃ一番右が桜。そう、僕の。左は？左が兄の。相棒になるんです。だからもう僕もこれ一生使うと思います。父もこれ一本ずーっと一生使ってた。このね、巻いてもらってるのは刀の巻き方なんですよね。これできる人もういなくなっちゃって、なんでもうこれは大事に使おうと思って。父がね、怪我をしちゃったんですよ。できないじゃないですか。はい。なんで、とりあえず、お前来いって言って、手伝わされに来たのがきっかけでした。それまではもう飲食なんか絶対に嫌だと思ってましたので、やっぱ父と母をずっと見て育ってるんで、やっぱ大変なところしか見ないんですよね。今いるメンバーはほとんど父の時からいるメンバーで、やっぱその大変な時をみんなで乗り越えたメンバーなんで、あれとってで伝わるんですよ。支えにはなってますね。正しい形に切っていかない。肉汁とあと田舎が一番出るのかな。今日今5キロしかもう時間がないからできないけど、7キロぐらい出るかな。
こで続けてないお客さんが増えてたんですこっちでやっぱり、最初は全くいなかったよ。もうどうしようかと思うぐらいこんなに広いのにね。楽しかったよね。まあ、主人はもう夢だからもう夢が実現してもう嬉しくてしょうがない、もう楽しくてしょうがないってもう主人はもともとサラリーマン絶対に結婚するのはサラリーマンって決めてたの。もう絶対商売には嫌だで結婚した時はサラリーマンだったね、でも小学校の時の文集にも僕はうどん屋になりますって書いてあんのよ。でその趣味で終わってくれりゃよかったけどやっぱり商売うどん屋やりたいって始まっちゃって。それおいくつの時に始められた31。長男が3歳。嫌に決まってんじゃない。もうしょうがないよね、やりたいって言われれば。水分があんまり出ないんで大根おろしのことを鬼おろしって言うんです。で結構噛まなきゃいけないじゃないですか、だから余計甘みが強くてすごく美味しいんですよ。ユニフォームです。後ろが地元の方ですか？いや狭山市ここ来てんの？来てます。ここ目当てここ目当てです、はい、で嫁さんがまた食べたいって言うから今日来たんです全然営業前ですけど10時半ですよね。はいはい。ああもう45分ぐらい全然駐車場も混んじゃうのに冷やしたぬきの天ぷら食いたいなと思ってこれ基本この店来るときいつもこんぐらい待たれるんですか？いつも待ちますね。どちらからお越しに？埼玉の上尾です。非常に美味しくて、で職場でも庄司さんのうどんは美味しいよねって言ったので、ちょっと今日は家族で行きました。今ちょっとメニュー見ながら悩んでて、ごま汁食べようかなと思ってます。ずっと思ってたらそう大きくなったから忙しい時はもうこっちも埋まっちゃって、今臨時でこっちも借りてるんですよ。土日祝日だけ。こっちももう開店前に埋まっちゃうこともあります。だからもうずらーって並ぶんですけど、ちょっと落ち着いた日になりそうです。幸せ。どうも。本年もよろしくお願いします。ありがとうございます。お座敷でお願いします。それぞれご案内される。そう。従業員一人ずつ。はい。早くからすいません。ありがとうございます。卵焼きね。味噌煮込みを冬限定の5種類目です。ガス代足んない。もっと欲しいよ。
いらっしゃいませはい、いらっしゃいませ。こっちはね、氷水なんです。はい、いらっしゃいませ。先ここも一緒ね。うん、見ててよ。つけてくれる。電源と。お待たせいたしました。お願いします。気に入ったトイレまで余裕でしたあれ、貝割れな。はい、煮込みいくよ。はい、冷やし特盛りね。はいはい。お待たせしました。こちら冷やしたぬき特盛りですね。いや冷やしたぬきの特盛りですね。どんぐらい麺900g です。これいつもこれぐらい食べるんですか。はなんかこんだけ揚げもらって胃もたれとか言ったらしないんですか。い。しないですね。麺ここうまいですね。塩味に効いててすごいいい感じです。ご汁2つでいいの。はい。それ2個って。お待たせしました。こちらごま汁の大盛り。今日はどちらから来られたんですか。数です。夏場は結構来るんで数は分かんないけど、冬場は今回初めてです。太いうどん入ってますけど、これは早く並んだりするとサービスってこれが気持ちが伝わるんで嬉しいです。それにコシがあってちょっと太めなんですけどもそれでもつるっと食べやすいので美味しいです。はい。車で出てっちゃった。お待たせしました。こちらご汁ですね。その方開けさせていただきます。どんなお店なんですか。やっぱうどん美味しいし、兄弟がすごく仲良くやってるじゃないですか。仲良さそうにやってるし、いつも帰り際に声をかけてくれてフレンドリーにしてくれるんで、やっぱり来てて嬉しいですよね。そういうところが美味しいし最高です。
本日はどこからお越しになったんですか？宇都宮です。月に1回ぐらいこっちに来る予定があるんで、はいその時は呼ぶ感じ。今日何回目ぐらいなんですかね？前から来てるんで、結構ずっと来てます。でも月1回ぐらいしか来れないんで、ここに通う理由とか教えてもらえますか？美味しいから。まあ、コシがあって、お先のうどんの代表みたいな感じ。ここのが食べたくなりますね。これは端っこで、ラッキーじゃないと乗らない。今日はついてる。どうでしたか？いや、もうお腹いっぱいで大満足です。ここってどんなお店だったんですか？うどんとともにあったかい雰囲気で、はい、最高な時間でした。また来たいと思います。はい、もちろんです。早い時間からすいませんでした。ありがとうございます。具汁とお餅で1130円です。最後に一言聞きたいんですけど、大将の雰囲気とかどうですか？兄弟ね。雰囲気はすごく明るくていいですよ。先代と比べてとかありますか？ああ、先代の時から来てるけど、まあ先代は結構無口な方だったんで、結構元気に二人でやってる。とっても雰囲気はいいと思います。応援したくなります？そうですね。どういうところがいいとかありますか？お兄さんが中心で、このなんだろう、裏で一生懸命次男さんが動いてる感じがね、コミュニケーションというか、コンビネーションがとてもいいと思います。昔から美味しい。煮込みに切りもあるね、次ね。よし。冷やしわざわざいいよ。助かります。ちょうどで。またお願いします。ありがとうございます。結構お話をされるんですね。そう、なるべくね、僕がレジ行けるときはなるべく来て挨拶しようとは思ってるんですけど。お店の方針なんですよね。僕の方針。僕が好きでやってるだけで。まあでもそれで結構お客さんとの距離が近くなるんで、そう、どこから来たのとかって会話につながりますし、なるべく僕は本当はこっちに行きたいんですけど、まあ、そう、父がやってた時はもうホールをやってたんですけど、今はまあそういうわけにはいかないんで。はい。はい。お待たせしました。肉汁丼です。あ、どうも。比率戦略マジ大事だから。これご汁うどん、なんか麺はもちもちで美味しいんですけど、この寒いので高いやつをと思ったんですけど、2人は、サイクリング、ツーリング、サイクリングで、どちらからいらっしゃったんですか？私は東京の江東区。目的地はここ？あ、もうここに来るつもりで。なんだろう、うまいから。美味しい。荒川、やっぱサイクリングで荒川走ってこう来て、でサイクリング途中でご飯食べたくなるんですけど、すごく来やすいっていうのと、なんだろう、うどんはやっぱりいいよね。あ、どうも。お疲れ様です。愛車を見せてもらおうと思って。ああ、どうです？お腹いっぱいになりました？お腹いっぱいです。やっぱ高いんですか、こういうの？そうですね。白目むくれ、人に言えない金額になっちゃった。人に言えないレベル高いです。うん万円の時、10万円ぐらいってことです。もう一個譲るが。3桁万円ってことですか？3桁万円です。何ちゃんですか？これは気仙沼のほやぼうやというご当地キャラを。はい。ではでは。ありがとうございます。ありがとうございます。
何年ぐらい通われてるんですか？もう10年ぐらいじゃない？前のご主人様がいる時から来てるとは思います。何をご注文されてる？鬼おろしうどんが、鬼おろし、大根おろしが入ったり、最高です。これも美味しいですよ。気がついたら来ちゃってるっていうことがあんまり考えないです。硬いんだけどやっぱり食べ応えがあるっていうのが癖になりますよね。ここはやっぱりこのお店で長く働かれてる理由がちょっとあったら。人ですかね。皆さん庄司のご家族の方みんないい方なので、はい。あとはやっぱ接客も大好きだし、はい。そういう感じです。働きやすいですか？はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。もうみんなすごいフレンドリーなんで、すごい働きやすい職場ではありますね。お兄さんの一番おすすめのメニュー聞いてもいいですか？肉汁ですかね。もともと髪の毛セットしなかったんですよ。してなかったんですけど、可愛いから髪整えてこいって言われて、ずっともう長男さんも次男さんもみんな片方上げてるじゃないですか。はい、上げてるんで、じゃあせっかくなら僕もと思って片方上げてます。紙エプロンご利用になられますか？これだけ熱いうどんでここまでコシが残ってるのはなかなかないんで、この麺すごい好きですね。これ今日はなんか用事でこっち側に来ているんですか？いや、今日はもうここのために来ました。2週間に1回ぐらいは来てます。ずっと通い続けてます。それは何か理由があって通うんですか？食べたくなっちゃう。食べたくなっちゃう。大体朝起きてここに来てご飯食べてから休日がスタートする感じです。2週間に1回それやってます。めっちゃ美味しくて、いつも肉汁うどんしか食べてなくて、大好きだよ。麺の硬さとかお肉の柔らかさとかが好きで、いつもこれ頼んでます。食べ応えがあります。だいぶ柔らかくしますよ。厚盛りでもさらに柔らかくして、やわやわで、歯茎でも食べれるよ。そう、歯茎。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もうめちゃめちゃ腹パンです。本当だ。今日夜ご飯まで本当もういらないの。あさみさん、案内お願いします。お待たせしました。こちらアフリカも汁うどんにきのこのトッピングですね。いつもこんな忙しいんですか？まだだね。もうちょっと。もうちょっと。はい。先代の時と比べてお店の雰囲気とか、息子さんたちの雰囲気とかなんかありますか？先代の時には先代の時の良さがあるし、やっぱり活気は出るっていうかありますよね。やっぱり若い
客層もやっぱり若い年代の方たちのお友達とかも増えたし、またちょっと変わったんじゃないかなと思います。でも味はやっぱりそのまま受け継がれてるので。ありがとうございました。ありがとうございます。2026年の抱負を一言いただきたいんですけど。はい。だいぶね、武蔵野うどんっていうのが、世間に知られてきているんで、今年もっと武蔵野うどんを広げられるように、どんどん活動をしていきたいなと思っております。武蔵野うどんもそうなんですけど、やっぱり庄司グループ全体的に盛り上げられるように、庄司グループそれぞれが頑張ってくれてるんですけど、まず我々が発信できたらなと思ってますので、来てください、待ってます。庄司グループってあれは加盟金とかああいうの取ってるするんですか？取ってないです。それ分けってことですか？はい。それはもう先代からの方針なんですか？そうですね。アルバイトも募集途中お話を伺ってたんですけど、もう条件はもう元気があるわ、誰でも。もう本当に待ってます。お昼だけの営業なんで、楽しく働けると思うんで、待ってます。お客様に一言ずついただいてもいいですか？本当にお客様たちに支えられて今までやってこれてるので、今後とも見捨てず我々も頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。本当ね、あったかいお客さんばっかでね、逆にこっちが本当にいつも救われるっていうか、笑顔にさせていただいてるんで、これからも一生懸命僕たち頑張るんで、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。最後に振り返ってもらっていいですか？